迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリング、精神病治療30年。カール・オーガスト・ウィックランド著。近藤和夫役。第1章。除霊による精神病治療のメカニズム。第1節。霊的要因による障害の危険性。霊的現象の研究は人類にとって極めて重大な意義を秘めており、すでに世間一般の日常生活において欠かすことのできない要素となっているにもかかわらず、各分野において霊的現象をあくまでも精神生理学の基盤の上で分析しようとしていることは明白である。例えば精神分析学者は、精神病の多くは何らかの心理的障害ないしはショック、無意識のうちに受けたものが残存している場合と、意識的に受けたがすでに忘れている場合のいずれかに起因しているという説を立てている。分析心理学の専門家は、心理測定法や知能テストによって精神的欠陥者の隔離と分類を可能にしつつある。また神経学者や精神科医は、各種の神経症、精神異常及び精神障害の病理的要因を突き止めて、予防法と治療法を確立することに真剣に取り組んでいる。こうした研究分野に携わる人は、神経症や精神異常の有力な要因の一つとして霊根説を受け入れることを忌避するが、現実にはこの説こそノイローゼ、神経過敏症及び精神的錯乱に陥りやすい人間に見られる不確定要素を明るみにする上で重大な貢献をしているのである。いわゆる心霊研究には2つの側面がある。すなわち正常と異常である。正常な側面では、牧師と同じように死後人間はどうなるかという問題を医師の立場から取り扱う。無論問題はこれ以外にもいろいろあるが、特に死後の問題は病気であまり長生きできないと観念し、死後の状態について恐怖心さえ抱きながら生死の境界をさまよっている患者にとっては大きな関心事である。そうした事態において、実際の知識に基づいて、いわゆる死というものは存在しないこと、それはより次元の高い世界における新しい活動とその機会等を提供してくれる階層への誕生であることを確信させてあげることは、医師としてこれ以上の崇高な役目はないと言ってよいのではなかろうか。次に、異常の側面では、肉体に宿って生活している間だけでなく、肉体を捨てて他界の存在となった後の精神の複雑な機能についても、医師に可能な限りの多くの知識が要請される。異常心理現象における研究は、正常心理現象の研究と同様に、霊、スピリットというものが実在することを指摘しているのみならず、そのスピリットこそ各種の神経症や精神病において大きな要因となっていることを疑問の余地のないところまで証明している。面白半分に心霊能力を試してみた者が引き起こす精神異常をよく知っているのは誰よりもまず医師である。というのは誰しもまず医師のところを訪れるからである。したがってそうした不幸な犠牲者がその後いかなる扱いを受けることになるかは、診察した医師の判断一つにかかっていることになる。そんな次第で心理学の初相、特に軽率な心霊愛好家、中でも神経症の素因のあるものの危険性について幅広く知っておくことは医師の特権であると同時に緊急の義務であらねばならない。そうした遊び半分の心霊実験から生じる恐ろしい結果を目の当たりにして、私はその寄ってきたる原因を確認するための一連の調査を行った。これも医師の領分に関わることだからである。一見害はなさそうな自動書記とかウィーチャ版、日本のコックリさんのようなものによる実験をしているうちに、精神病院への収容が必要となった患者を見て、面白半分にやった心霊実験が元で生じる
精神障害や錯乱といった深刻な問題がまず私の注意を引きつけた。その最初のケースは B 夫人で、自動書記を試みているうちに錯乱状態となり、人格が変わってしまった。普段は愛想が良く、信心深く、物欲がなく、垢抜けのした貴婦人だったのが、ある時から急に荒々しくて、騒々しい性格となり、はしゃぎ回り、飛び回り、下品な言葉を使い、自分は女優だと言い張り、何時までに舞台へ行かないとクビになると言ったりした。ついには完全に責任能力を失ったとの診断で、精神病院へ収容されてしまった。もう一つのケースは C 夫人で、同じく自動書記を試みているうちに、芸術家の貴婦人から一転して乱暴な性格の女性に変わってしまった。金切り声を上げながら、両手でこめかみをさすり、神を救いたまえ、神を救いたまえと叫ぶかと思えば、道路へ飛び出してぬかるみにひざまずいて祈ったり、午後6時前に食事をしたら地獄に落ちると言って食事を拒否したりした。同じく自動書記を面白半分にやっていた S 夫人も精神がおかしくなり、やがて凶暴性も出てきて、警察の手を煩わせるに至った。夜中に突然起きて、自分の経営する婦人帽子店のショーウィンドウの中でナポレオン気取りのポーズを取ったりした。自分はナポレオンだと思い込んでいたのである。その他にも無軌道な行為が多くなって、ついに精神病院へ収容されるに至った。同じ原因で W 夫人も幻覚に取りつかれるようになった。神がひっきりなしに自分に語りかけていて、過去の過ちを咎めているというのだった。そのうち神の求めに従って、と本人は思って自殺を企て、それは未遂に終わったが、精神病院へ収容された。この他にも無害と思われているウィージャ版で遊んでいるうちに起きた悲惨な症状に私は関心を持ち、その有力な手がかりを心霊現象に求めるようになっていった。私は心霊仲間が集まって催す信頼のおけるホームサークル、霊との交わりを求める会を高齢会ないし心霊実験というが、10人前後で行う家庭高齢会と何百何千もの人を相手に行う公開高齢会とがあるに出席し、また私の家で催したこともあるが、そのうち私の妻に優れた霊媒的能力があることが分かり、複数のスピリットに代わる代わる支配されるようになった。最初妻は、死者が自分の口を使って喋るということは、死者を安らかな眠りから覚ますことにならないかと心配したが、霊団側、後にマーシーバンドと名乗る、慈悲憐れみを持った霊団という意味は、死後についての人間の認識が嘆かわしいほど間違っており、その心配は無用であると言ってきた。彼らが言うには事実上、死というものは存在せず、肉眼に映じる世界から映じない世界へ移るだけのことであって、高級霊は死後に待ち受ける素晴らしい可能性について人間を啓発するための高齢の機会を待ち望んでいるというのであった。問題はその死、つまり肉体からの解放があまりに簡単で自然であるために、大半の人間はしばらくの間、個人によっては長短の差はあるが、その変異に気づかず、霊的知識が欠如しているために、地上の懐かしい場所をうろつき回っているというのである。そうしたスピリットの中には、そのうち人間の磁気性オーラに引きつけられて乗り移り、本人も人間の方もそれを自覚しないことが多い。それが原因となって数知れない災害や悲劇が引き起こされ、病気、不道徳、犯罪、精神病などが生じているケースが数多くあるという。スピリットの側はそうとは知らずにいる場合もあるし、悪意からそうしている場合もある。こうした霊的要因による障害の危険性は、好奇心が先走りして指導者なしに心霊実験に手を染めたものの場合が最も大きいが、そうした事実を知らずにいることは
さらに危険なことで、感受性の強い精神病患者の場合は、特に注意を要するという、こうした説明の後、霊団は、さらに次のようなことを言ってきた。すなわち、一種の転移方式。具体的に言えば、憑依しているスピリットを、その人間、患者から霊媒へ乗り移らせることによって、右の霊根説の正しさが証明できるし、霊的症状の内側の事情も明らかにできる。患者は正常に戻り、憑依霊はその後、霊界の事情に通じたスピリットの手に預けられ、その看護の下で霊的真理についての教育を受けることになるというのである。その上で彼らは、そうした実験の霊媒役として、私の妻が適切であると見ており、もし私が彼らに協力して、一時的に妻に憑依させるスピリットの話し相手となって話を聞き出し、また諭してくれれば、彼らの主張していることが正しいことを証明してみせる。私の妻には、一切の危害は及ばないようにすると提案してきた。こうした重大な主張。もしもその通りであれば、精神病理学のみならず、犯罪学においても不可解とされている原因の解明に大きな意義を持つであろう霊根説が事実か否かをぜひ確認したいとの願望から、私は危険と思えるその提案を受け入れることにした。